おはようございます。よろしいですか。まず冒頭、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画の変更であります。本日の閣議で戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画の変更について閣議決定をいたしました。本年6月に成立した戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律により、戦没者の遺骨収集に関する集中実施期間が令和11年度まで延長されたことを踏まえ、関係国との連携の推進や遺骨鑑定の迅速化及び高度化などに取り組み、集中実施期間における我が国の戦没者の遺骨収集事業を着実に推進するため、本計画の変更を行うものであります。厚生労働省としては、来たる令和7年には戦後80年を迎え、また、戦没者のご遺族がご高齢となっている現実を重く受け止め、一日も早く、一柱でも多くのご遺骨をご遺族のもとにお返しできるよう、全力を挙げて遺骨収集事業に取り組んでいきたいと考えております。7月20日から21日にかけて、インドで開催された G20 労働雇用大臣会合に出席をいたしました。今回の会合では、ディーセントワークの達成が最優先との認識の下で議論がなされ、国際的なスキルギャップへの対処、ギグワーカー、プラットフォームワーカーへの社会的保護、すべての人への適切な社会的保護のための持続可能な財政などについて、G20 各国の合意が形成をされたところであります。私からは構造変化への対応や生産性向上を図る上で人への投資が重要であること、G7 会合での議論の成果を発信するとともに、多様な働き方への対応や女性、高齢者、障害者の労働市場参加に関する我が国の取り組みを共有をさせていただきました。また、インドをはじめ6カ国の担当大臣や ILO 事務局長などと会談を行い、共有する政策上の課題について対話を深めたところであります。最後でありますが、5月8日から開始している新型コロナワクチンの春開始接種については、重症化リスクの高い方を対象として各自治体で積極的に進めていただいているところであります。本日はこの秋開始予定の接種に向けたワクチン確保の取り組みについてご報告を申し上げます。秋開始接種については、本年3月7日の審議会における議論を踏まえ、接種可能なすべての方を対象に、高齢者、基礎疾患を有する方など、重症化リスクの高い方に接種の勧奨を行うとともに、その他の方については、接種の機会を提供するが、接種勧奨までは行わないとの方針で接種を実施することとしております。この秋開始予定の接種に使用するワクチンについては、先月開催された審議会において、我が国における流行主流株の変遷の状況や科学的知見を踏まえ、XBB.1 系統の成分を含有する1価のワクチンを用いることが適当とされたところであります。本ワクチンは現在、薬事申請中でありますが、この秋からの切り替えを想定し、今般、オミクロン XBB 対応1価ワクチンとして、ファイザー社から200万回分、モデルナ社から500万回分の新型コロナワクチンを追加購入することについて合意をいたしましたので、ご報告をさせていただきます。両社とは必要に応じて、さらなる追加購入が可能であることについても合わせて合意をしております。秋開始接種を着実に進めるため、両社から円滑にワクチンの供給を受けられるよう、引き続き両社などと連携を取って取り組んでいきたいと考えています。以上です。